いずれやるだろうなはあった。ない、もう本当はやるつもりに全くない。それがこうポロッとやるってなったのは。ってだから。いや携帯のアラームだって。だからメモに神事継ぐ日って書かれて2年前に設定してるんですよ自分が。あもうこれやらないとやばいなみたいなで予知してた。勝手に。すみません。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。本日の先付けですね。手前からつぶ貝の馬に黒毛和牛煮込み、トウモロコシ豆腐と並んでおります。ありがとうございます。いいですよ。食レポ。たまには。たまには。申し訳が。いややってますよ結構。これをうまく取れるか。あなるほど。豆腐からおおあやっぱ残る。いただきます。ああするね。豆腐よ。うん。滑ってます。見た人は楽しんでくれてます。はい。うまい。いただきます。この味。するよね。うん。あうまっ。すごいうま。うん。これ北海沖縄でしたんだ。道。いやいやマジ北海道よ。おそらく。北海道。って北海道。子供の時よく来た。つぶ貝。それさんってもともと沖縄じゃないですか。本州は住まれたことあるんですか。千葉県の行徳と兵庫の丹波。丹波。はいはい。愛知県も住んだ。愛知県。DVD 作ってます。せいろさんがですか。あそこで働かれなんか DVD の印刷する機械を一人で6台ぐらい見る。で少しでもずれたらまた一からやります。DVD 自体を作る焼いて、そうそうそう。だけど自分もともと機械相性悪いんですよ。絶対壊れるんですよ。で壊れたら自分で直すんじゃなくて呼ばないといけないんですよ。それ専門の人。さっきお願いしなかったみたいな。いやだからまただったんですよ。みたいな。それも何かしら力関係してたりする。絶対してる。あるんですねやっぱり。電子機器の不具合すごいですもんね。めっちゃ相性悪い。ああやっぱりそうなんですよ。撮影でそうです。電子機器の方が。カラオケがついてる飲食店でバイトしてる時に毎回カラオケをこの機械持ってくるおじさんをお店の人が呼ぶんですよ。調子が悪いと。で自分はまさかなって思いながら触ってないしみたいな。せいやさんのシフト入ってる時に毎回見る。それがどこのお店でもなって自分でやっと確信した。自分のせいだったんだみたいな。影響を及ぼしているやつですね。めちゃめちゃ申し訳ない。そりゃ来てもわかんないよなおじさんと思いながら。でも一回なんかちょっとマナーが悪いお客さんがいて自分が怒ったんですよね。いい加減にしてって言ってテーブルをバンと叩いた瞬間カラオケのモニターが全部砂嵐になった。映画みたいです。もう本当にもうバッチリになってでお店の人が自分見てやっぱあんただったのみたいな。めっちゃごめんと思いながらバレたと思って。なんかそれなりに悩みがある。そうですよね。申し訳ないです。それが物心ついた時からですよね。そういう小さい頃から。ですね。すごいな。で本州転々とされて沖縄に戻ってきたのは神職に行ってるんですか。戻ってきてからも違う仕事してました。ああそうなんですね。やりたくなくて。いずれやるだろうなはあった。ない。もう本当はやるつもりに全くない。それがこうポロッとやるってなったのは。なったのは明日死ぬよって言われたからやらんかったらそれは神様。どうするのっていや死にたくないしみたいなやるよじゃんみたいな
いやいや。庄司さんに言う覚悟の時自分は拒否し続けたからもう迫られたっていうだけで、しかもなんかその言葉だけじゃなくて本当に死ぬ気持ちにもああ、精神的にもぐーっと。なるっていう、なんかもう本当に衣装用意するかどうするかみたいな、みんなの顔が走馬灯のように浮かんでマジでどうしようみたいな、本当にやらざるを得なくなってやってるから、なんか本当にやろうと思ってはできない、絶対できない。それで選ばなかったおばさんとかいて、それで亡くなっちゃってるから2人だからそれ分かるから、やらなかったら本当に亡くなるっていうの分かるから、推しじゃないっていうの分かるから。そうですよ。現実に起きてることがそうですね。なんかそれもあったし、前の交代します交代しますよっていう、たまたまテレビ見ないけど NHK で交代の儀式みたいなやつで、なんとなしに見てたけど、なんかめちゃめちゃ光ってるんですよ。神道だから光ってるんだ、すげーと思って、普通に見てるけどこれ普通に地上波だよね、神様テレビに映っていいのみたいな変な焦りで、すごくないこれって自分で思ってたら、いきなり携帯のアラームになって、見たらメモ付きのアラームで、メモに神事継ぐ日って書かれて2年前に設定してるんですよ、自分が。自分でリマインダーを設定してる感じ。そう忘れてて、たまたまそのテレビを見てる時になって、あ、もうこれやらないとやばいなみたいな思ってっていう、自分で予知してた、勝手に。もうその日怖っ。まあ嫌でもやらないといけないっていうだからもうそういうふうにもう決められてることですよね。それがおいくつの時ですか？それが令和になった時、ほんと最近ですよ、それまで拒否してたんで、7そう年か、天皇の交代そうですそうです、まあタイミングはいろいろあったと思うんですけど、自分が頑固なんで、食らわないぐらいのものがないとやっちゃいけないみたいなのもあって、もう軽くいけないっていうか、もう落とすまでじゃないといけないっていうのがあって、多分それ待ちだったと思います。まあそれはだからもう家系というか血筋だから致し方なしってやつですよね。トウモロコシの天ぷらは絶対うまい。クジラって美味しいんですか？クジラの刺身がある。これクジラも食べますよね。ちょっと油を置いて食べてみます。じゃあハモの天ぷらで。食わんのかい。こちらが馬刺しの盛り合わせです。それからロース、豚エゴ、ヒレ、赤身と並んでおります。失礼します。何これ？すごい。これユッこれ何ですか？初めて見た。これプレミアムユッケです。黒毛和牛。ユッケってなんかね、細いイメージがすごい。これうまそう。どうやって食べるんですかこれ？あ、これは潰してタバコ黄身を。割って混ぜて。そのまま食べる。ああ、こうまんべんなく。トウモロコシのこれすごい。激うま。これマジですごい。こういうユッケが初めてちゃいます。これなんかみじん切りみたいなね。トリュフ。ですよね。はい。黒トリュフに金箔になってます。とりあえずこれうまい。いただきましょう。そこまで言うな。腹立つ言い方しましたね。これを一旦割ってもうそういう効果ね。何？お腹痛くならんですか？いや絶対大丈夫。絶対大丈金箔。あ、うまっ。めちゃくちゃうまいこれ。ユッケのほんまにこんな感じ。お刺身ですね。でも僕コーンの方が刺されますね。地味にめちゃくちゃうまい。なんでこんな綺麗にまとまってるの？つうか馬刺しうまいな。うまい。馬刺しうまい。あれたくさんこう相談者というか来ると思うんですけど、ほぼ毎日やるんですか？毎日はやらないようにしてます。ですよね。でも
ここ4ヶ月前はい。ぐらいからプライベートで聞くみたいプライベートで、な。ボランティアしたつもりないんですけど、気づいたら増えていった。横つながりになっていっちゃうんで、そこの方が増えてきてて、ちょっと考えもんだなっていう。でも考えてみてほしいんですけど、人の悩み聞くってしんどいですよ。いや、しんどいですよ。知ったこっちゃないでしょ。その悩みの度合いもすカメごいんで。ラさんと同じこと言ってる。そうそうそう。こう真剣にね、まあ言うてしまえばそういうことね。ね、聞かないといけないし、はいや。それで文句言われたりすることもありますよ。あるんでしょ。ありますよ。理不尽でしかない。でも、また同じように説明します。自分は自分のことをノロの末吉って思ったことないんですよ。ずーっと普通の末吉なんですよ。はい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 。なんとなく、なんか腑に落ちましなんで？た。なんか、神職の人の緊張感は僕は最初の時から感じない。それはあなたが鈍感。それは出さないようにしてますからね。あ仕事の時また違うと思いますよ。うん。メリハリは。そう、多分ね、そこをちゃんと見ると変わるんだろうなとは思うんですけど、それこそ神社の宮司さんだったりとか、お寺の住職さんとかって、なんかもう先入観でいい言葉をもらえるみたいなスタンスでちょっと聞いちゃうんですよ。まあそうですよ。瀬吉さんの話ってこう本当になんかこう横にいる相談して親身になって答えてくれてるっていう感覚があるんで、なんか入ってくるんですよね。自分が多分そういう感覚で持って行動してるからああ、なるほどなるほど。だからかな、多分。ね、卵かけご飯言ってましたね。僕今それ聞いて最後に食べようと思いました。ブロッコリーいただいてる。共食いです。何食べました？炭火焼き地鶏。めちゃくちゃブレンド、めっちゃそうや。めちゃうまそう。うまっ。酢でいきましたね。塩コショウじゃない、柚子胡椒つけなかった。見えてなかっただけ。でそういういらんこと言うんかな。炭火がすごい。すごい。なんかおー。香ばしい土佐のカツオみたいな。うん。めちゃくちゃ香ばしい。さっきからずっと思ってるんです。キャプテン静かやな。なんで？ここ来てほぼ喋ってないな。いや、そんなことない。めちゃくちゃ気にしいな。例えばこう先ほど僕と河内の話をしてました。ほな、俺はどうやねんって多分これ剛さんと別れた後すぐ言うと思うんですよ。これめちゃくちゃめんどくさいんですよね。で、多分ね、キャプテンの聞きたい本質は後ろの先祖とかが今の自分の人生において悪影響が出てないか的なことを知りたいんだと思うんですよね。一瞬タバコ吸っていきましょうか。え、なんで？いやだからその話をするんですいや、いいよ。俺の話は全然いいよ。どっか行けって顔してるけど、一瞬外れてくれっていう顔してるでしょ。一瞬外れて。そういろんな相談を受けるじゃないですか。もう、はい。さっきのお部屋のその物の数分だけ相談を受けてるんじゃないかって。瀬吉さんの精神やばない。壊れてると思うんです。ある意味。じゃないと無理ですよね。自分変わってるんですよ。まあ分かると思うんですけど。うんとは言えない。うんとは言えまあ分ない。かってると思うんですけど。しんどいことある時ってめっちゃしんどくなるじゃないですか。そこでしんどさ感じないんですよ。逆にそうきたかってなるんですよ。やばいことがあっても。それもうサイヤ人の。ただインフルエンザとかかかったらめっちゃしんどい。そこなんですよ自分は。ガチの体調不良はもう落ちてすごい落ち込む。もう本当ダメ、本当ダメ。もうこの世の終わりぐらい。けども普通の人が受けるような精神的ダメージはおー来たかと。まあサイヤ人やったら強なるんでね。そう人生相談って一回受けるじゃないですか、今。はい。そしたらもう一生つながるんですよ。一生連絡取り合ってて。
向こうが連絡してくる限りは。だからこの人がちゃんと独り立ちできるまでは依頼に入ってるっていう感じです。ああ、だからもうさ、結構長期的に一回で解決絶対しない人生だと思う。中村みたいな相談者やったら楽やと思う。まあ相談になってない。僕ね、食べ過ぎちゃうんですよ。とか我慢せえで。車買おうと思ってるんですけど、どうですか？相談あるかな。ないと思います。ないと思います。そやさんにお願いするぐらいだからやっぱりね結構なヘビーな内容だと思うんですよ。でもネガティブの要素が強いはずなんですよ。それを数千の数受けるわけいろんなね。まあそのために生まれてますから。いやそれ言えるのはすごいです。神様にならんと殺すぞ言われたとしてもまあ言うたらそれ明日死ぬぞお前って。いやそれの話であれなんですけど、前回お話しさせてもらった時に実はあの動画をうちのおかんが見てたんですよ。おー、はいはいはい。でどうでした？めちゃ怖いと。剛さんが、これなんでかっていうと、おじといがみやってたっていうのも、あんたは知らんと思うけども、母の弟ともう一人がなんかガミガミやってるっていうイメージなんですかね。そのもう一人っていうのがあまりよく思ってない、その亀子について。ああ、はいはいはい。そう巻き込んでまでっていう。でも巻き込むとかじゃなくて道だからっていう話を。だから永遠としてるって感じです、それ。っていう話がいろいろとあって、今、剛さんが明日死ぬぞみたいな、そうなんですけど、おじが亡くなる手前に、1週間前ぐらいに僕会ってるんですよ、おじと。キャプテン一緒に大阪でおじと会って話をしてたんですよね。で、その後にうちの母親のとこに行ったみたいなんですけど、言い方をはっきり言うと、俺ほわっと。で、全部分かってらっしゃったってことですね、本人は。含めて今のスレスさんの前回の話がと今のこのほわーっと。ただなんかそれで聞いたのがやっぱりこのお前は新職やれ的なこともずっと言ってたのもあるし、僕の名前つけたのもおじなんですけど、でそれのなんか言い合ってるっていうのがはあ仲悪いらしいんですよ。新職がどうのこうのみたいな。そうだからあの時話してる時ですらも2人でまたいいやつだから。これ今もひょっとしてまあ今もそんな感じ変わらずあんま変わってないってこと変わらですね。ずまあお互いの意見なんでね、はい、ここは議論し合っとるってそうそういう。議論して討論して、まあそれをなんかおかんがから聞いて、そうなんや、恐ろしいっていうほんまに恐ろしい。でこれさっき今出ていったじゃないですか、キャプテンが恐ろしいいや恐ろしいですよ。恐ろしい恐ろしい恐ろしいになってずっとここにいる斉藤さんみたいな、斉藤さんが知らんけど斉藤さんはその部屋にいたんですだから僕らがこうやって喋ってる間に後ろの人たちが話したりも話しかけたりとかも。面白くてお店に入りました、はい、トイレ行ってきますってトイレ行きました。そこの会話を一瞬でも拾ったらここに戻ってきても拾う。なんか電波塔みたいになってるんですよ。普通のバイトした時があって屋上で休憩してて、屋上の端っこでも休憩してる人が電話してたんですけど、電話内容も全然聞こえる。でなんかその人が話してたのは、その人は次男なんですよ。で長男がいるんですけど、寝たきりのお母さんを長男が面倒見きれないか、次男のお前が面倒見てみたいな話をしてて、でもお母さんは長男に見てもらいたいっていう話をしてて、大変ですねって声かけたらはぁ持ってかされてなりますなんで知ってんのっていう言っちゃうっていうもちろんこう剛さんが見られてる人たちも剛さんを認識する。もちろん
幽霊に亡くなった人に言われたのが、お前は半分こっちだよって、半分あっちだよって言われたのはめちゃめちゃ覚えてる。じゃあ妖怪なんだみたいな。今半分見てる。それさんの半分を見てる。だから電話とかビデオでそういうこともできる。あだなって思う。だから一回髪の毛いただいて、ひとえさんの髪の毛だからその半分を。そうですね。一部をね。いやまあでも確かにあれでいや、ろんなえぐかったですけどね。あれをつけた一発目がえぐかったですけどね。一発目から、あれはお守りそう、どっちに分類されるどっのかな。ちもです。だからどっちも。まあそうですよね。ホイホイなのか間なんで。どっうん。ちもです。どっちも。より的にも使いようです。使いよう。まあでもそれがあるから聞こえやすくなっているのかもしれないし、気配とかも感じやすくなっているのかもしれないし、まあ最終的に守っていただけるのは常に持ち歩き。まあとりあえず除霊スプレーは使います。ホイホイにホイホイ。ほい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 。食事の前ですね。失礼がありました。卵かけ。卵かけご卵飯。かけご飯。はい。じゃあ卵かけご飯を3つと、俺いい。もうご飯もいい。はいお願いします。あります。小学4年生の時とか5年生の時ですよ。ほとんど夜過ごしてたから外。家より外の方が安全だったから。遊ぶって言ったら夜その外で遊んでたと。そのまま眠ってめっちゃ朝方に帰ってとか。外で寝ちゃうってことですか？遊び疲れて外で寝ちゃって買って気づいたら朝迎えてて。夜って言ってもほんと12時とか夜中の。はいはい。とか出て朝まで遊んで。僕らが言うゴールデンタイムに遊ぶ。そうだから元祖動画には収めてないんだけど。そう元祖心霊 YouTuber やってたってこと。そう。それを一人。もちろん一人。だって誰も友達も行かないもん。まあですよね、うんですよね。もちろんその当時からちょっと見えてるわけ。話しに。怖っ。相談事とか聞いてもらこっち側に乗ってもらってた。逆。子供だったから話聞いてもらってたってことですか？なんか自分って頭おかしいのかな。学校でこんなこと言われてさみたいな話とかを。本当なのに違うって言われるし、で一緒に住んでるおばさんもなんか怖いしとかっていう相談。それあっち側の人はちゃんと話してくれるんですか？笑顔でって言ったり。ああ、なるほど。まあでもそれで。卵かけご飯うわ結結構構ボリュームある。すごい。しめ卵。いや、うまそう。さっぱりしてる。醤油かけて一段とうまい。うん、うまい。めちゃくちゃうまい。カツオめっちゃうまい。そんな慌てんでも。食い方があんた口でかい。カメラ目線。卵かけご飯にかつお節。ありですね。これうまい。こっちがうまいですね。おいしい。おいもう最後にこっちかけてもうてよ。こっちの方がうまい。これうまいですよね。僕はほらあまり感じないんでこの距離感でもあれですけど。まあ要するに言い方悪いですけど、貧乏神ついてはるわみたいな。それは多分同じ空間にいたらあると思う。それは本当になんかやばいものがついてる人ってがっつりついてる人って手が震えたりする。もう制御できてない状態ってことですか？できなくなる。普段からこういう感じってことですか？自分と会った時。生さんを目の前に目の当たりにすると。もしそういう方がいたら速攻退場ですか？そこ退場ですよ。本当になんかやばいものがついてる人ってがっつりついてる人って手が震えたりする。もう制御できてない状態ってことですか？できなくなる。普段からこういう感じってことですか？自分と会った時。生さんを目の前に目の
印象だけがずっと動き続けるんですよ。すごいこれ。何？動いてるし。徐々に徐々に。何これ？わかる？この顔認証が見て赤になったり、これどういうこと？わかる？自分と会った時。ああ。スーさんを目の前に目の当たりにすると。もしそういう方がいたら速攻退場ですか？そこ退場ですよ。いやでも結構いる。ああ、そうなんですね。もうそのあともう浄化されてずっと泣いてる人とかもいるし。そのついてる悪いのが耐えられ、そういうさんっていることに耐えられなくなって制御効かなくなって震えたりとかで浄化されて泣く人もいる。スーさん全然話変わりますけど、霊を寄せ付けない方法とかってあるんですか？これは一般の人向けというか、それはもう特になく人によるってことですか？ないかな。まあ条件が備わったらっていう感じはあるかもしれないけど、ただ基本的に清潔に。ああ、やっぱりそれなんですね。例えば散らかってる部屋と溜まりやすいとかそういうのもある。あるんですか。ああ、なるほど。人としてちゃんとしてれば問題ないと思うし。はい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 。なんかこの人なんか悪いのついてるよとかっていうのはなんか特徴あるんですか？その人自体。もう匂いからして刺繍っぽいし。あ、それもあるんですね。あと黒いし。周りが。オーラみたいな感じ。本当に真っ黒。それ一般の僕みたいのが分かるとかそういうのないですか？見てやばいって思う人って結構かぶりません？目がいってるとかもそうだけど。目つき。目が嫌だみたいな。目がうつろとかもそうだけど、結構出ますよ、そういう顔には。暗いなとか、どんよりしてんなとか。目が。まあ全体的に。やばかったらなんか嫌だなって本能的に感じると見えないけど。はいはいはい。全然話変わるんですけど、うちの編集山本っておるんですけど、いやイヤホンつけて編集やってるんですけど、剛さんの家を撮ってる時になんかもうすごいこう子供の声がめちゃくちゃ入ってるって。いるんですかやっぱり。あ、そうなんですね。子供たちは今5人ぐらいないかな。5人？1人2人じゃなくて、いろんな方向からどのカメラにも子供の声が入ってるんですよって言うてたんですよ。山本さんがいや普通にもうそれは動画でイヤホンで編集してたら入ってるし、ただでもそこにフォーカス当てるの良くないから。全然当ててもらっていいんですか？あの部屋ですか？今日お伺いした。そう前回の時もそうやし、その前の部屋もそうだ。子供たちはずっといるから。前来た時に多分天国のお話は聞かせてもらった。剛さんがどこまでこう会ったことあるかみたいな。まあ悪いことした人たちがどこに行くのか。悪いことにもこう種類があるじゃないですか。はい。最も悪い人は本当に何もない真っ暗の中っていういわゆる無。でも行っても結局真っ暗ってことですよ。何もない。何もないってことですよ。でもやっぱ苦しいんですかね。下行くと。苦しいと思います。徐々に苦しくなっていくっていう。いや怖いですね。やっぱ下はね。死んじゃったら意識はないかもしれないですけど。意識はあると思います。器がなくなるって感じで。ずっとじゃあ怖い痛い思いをこうもしかしたら。この内容にもよりますし、本当に悪いことしたらそうなるっていう。楽しいんだと思う。部屋が。部屋は楽しいですね。子供いなくならないからずっといる。あの部屋なんですかね。僕すごく居心地がいいんですよね。であんだけ物があったりとかキャラクターもいっぱいあったりすると、逆にこうガチャガチャして落ち着かない感じになりそうなもんなのに、すっごい落ち着くの。1個飾るのですらも
3、40分時間かけたり、いろんな香港から見てここでいいかなとか。ああ、全部そういうのもあるんですね自分の中でちゃんとやって、こだわり。やってるから、だから空間ができるなと思う。そういうちゃんとごちゃごちゃしない。僕は全体的にパッと見て全然気にならないんであれですけど、多分デザインとかやってるから、そうすごい気になる。なんかこうちょっとそれこそ絵だったら構図とかそういうのがちょっとずれてると気持ち悪いって感じるんですよね。なんかめちゃめちゃ計算されてるって言われます。やっぱりそうですよね。いや、自然にやってるんですよ。多分専門家が見たら多分すごい計算されてる。いや、言われたんですよ。だからその専門家の人に全部計算されてる、こんな部屋はないって言われて。確かにあの部屋はもう本当すごい部屋だと思う。デザインいろんな意味で、まあ幽霊さんもいらっしゃるという意味でも神様もいるんですよね。だからいろんな意味ですごいオンパレードっていうことですね。オールスターですよ。それこそオールスターですよ。キャラクターもオールスター。そう。